くり解説。世界を揺るがした政治決断ランキングトップ10。よー、みんな、ゆっくりしていってくれだぜ。こんにちは、レイムです。今日も元気にやっていきましょう。さて、今日の動画はこちら。タイトルは、ゆっくり解説世界を揺るがした政治決断ランキングトップ10なのぜ。わあ、すごいタイトル。政治の決断って、なんだか難しそうだけど、私たちの世界をそんなに大きく変える力があるんだね。当たり前だぜ。たった一つの決断が、その後の歴史や国際情勢に計り知れない影響を与えることだってあるんだぜ。じゃあ、今回はどんな基準でベスト10を選んだの？今回は特に、その後の世界にでかい影響を与えた決断を厳選したぜ。教科書に載るような大事件の裏側には、必ず政治家の決断があるものなのぜ。なるほど。どんな決断がランクインするのか楽しみだよ。みんなもぜひ、予想しながら見てね。最後までゆっくりしていってね。第10位。アパルトヘイト撤廃に向けた南アフリカ。F、W、デクラーク大統領の決断。1990年。ねえマリサ、アパルトヘイトって何？南アフリカの歴史で聞くけど、詳しくは知らなくて。アパルトヘイトは南アフリカで長く続いた人種隔離政策のことだぜ。白人が政治と社会の権力を握って、黒人たちを差別してたんだ。それを終わらせるために、FW デクラーク大統領が1990年に大きな決断をしたんだぜ。具体的にはどんな決断だったの？まず、彼はネルソン・マンデラを27年の獄中から解放し、アフリカ民族会議の活動を合法化したんだ。これはアパルトヘイト体制を壊す大きな一歩で、国に民主化への道を開いたんだぜ。マンデラさんって、確か南アフリカの初代黒人大統領だよね。それを出す決断は勇気がいると思うけど、どうしてそんなことをしたの？デクラークは国の分断を終わらせて、平和な未来を築くためには、変革が必要だと判断したんだ。世界中からの経済制裁や国際的な圧力も強まっていたし、国内の紛争を終わらせるには対話しかなかったぜ。でも、その決断をしたことで反発とかもあったんじゃない？もちろんだ。白人保守派からの抵抗も激しかったんだけど、彼は譲らずに対話と交渉を続けて、1994年には南アフリカ史上初の全人種参加の選挙を実現させたんだぜ。それでマンデラさんが大統領に選ばれて、新しい南アフリカが始まったんだね。本当に歴史を変えた大切な決断なんだね。そうだぜ。デクラークの決断がなければ、南アフリカの未来は大きく変わっていたかもしれない。政治の決断がどれほど国や世界に影響を与えるかがよくわかる例だぜ。第9位。中国改革開放政策。鄧小平の決断。1978年。次は中国の改革開放だって、鄧小平って聞いたことはあるけど、どんなことをしたの？鄧小平は1978年に中国の行く末を大きく変える改革開放政策を始めたんだ。要するに、国の経済システムをガラリと変えて、市場経済の導入と外国との交流を広げるっていう大革命を起こしたんだぜ。それまでの中国はどんな感じだったの？それまでは毛沢東の指導で計画経済という、国が全てを管理する仕組みをずっと続けていたんだ。だから経済成長が止まり、多くの人が貧困に苦しんでいた。特に文化大革命の後は、社会全体が混乱していたんだ。じゃあ、鄧小平が変えなきゃって思ったんだね。でも、どうしてそんなに大胆な決断ができたのかな？それこそが鄧小平のすごいところだぜ。彼は黒猫でも白猫でも、ネズミを取る猫が良い猫だっていう有名な言葉で、理想よりも実際の成果を重視したんだ。農村では人民公社制度を廃止し、地方ごとに自由な経済活動を認めた。海外からの資本や技術も積極的に受け入れたんだぜ。それで中国はどんどん発展していったんだね。でも反対する人はいなかったの？当然、共産党内でも伝統的なやり方を守ろうとする保守派の反発や混乱もあった。けど、鄧小平は豊かになることが正義だと強調して、慎重に反対派と交渉しつつ、政策を前に進めたんだ。
経済特区の設置や都市部での自由化など、段階的に改革を推し進めていったよ。鄧小平のおかげで、今の中国の発展につながったんだね。本当に歴史のターニングポイントだったんだね。その通りだぜ。鄧小平がもしあの時決断していなかったら、今の中国は全く違う国になっていたかもしれない。決断が国の未来をここまで変えるって、すごいことだよな。第8位、ソビエト連邦の解体を認めたゴルバチョフ大統領の決断。1991年12月25日。第9位もすごかったけど、第8位はどんな決断かしら？第8位は、一つの帝国が終わった瞬間だ。ソ連最後の指導者、ミハイル・ゴルバチョフ大統領によるソビエト連邦の解体を認めた決断だぜ。ソ連の解体、超大国がなくなったってことよね。どうしてそんなことに？ゴルバチョフさんは止められなかったの？当時のソ連は経済がボロボロで、国内の民族独立の動きも高まっていた。ゴルバチョフは、ペレストロイカ、立て直しと、グラスノスチ、情報公開で改革しようとしたんだが、改革が裏目に出たの？皮肉にもな。ペレストロイカは経済混乱を招き、グラスノスチは共産党批判や民族独立要求を吹き出させた。特にバルト三国などが独立へ動いたんだ。ゴルバチョフさんはどう対応したの？連邦維持を目指したが、1991年8月の保守派クーデター失敗で権威失墜。ロシアのエリツィンが台頭し、ゴルバチョフ抜きで独立国家共同体 CIS 創設を決めてしまった。じゃあ、もうゴルバチョフさんは、手詰まりだった。そして1991年12月25日、ゴルバチョフはテレビ演説で大統領辞任を発表。これはソ連の終焉を受け入れる重い決断だった。その夜、クレムリンのソ連国旗が下ろされたんだ。超大国の終わりを、指導者自身が受け入れたのね。ああ、武力行使せず、内戦を避けたとも言える、冷戦終結の功労者であり、超大国崩壊の責任者でもある、評価が分かれる人物だ。だが、彼がソ連の終焉を受け入れた決断は、世界史を変えた巨大な転換点だった。だから第8位だぜ。第7位、イギリスの EU 離脱。ブレグジット、国民投票結果を受けた離脱プロセス開始の決断。2016年から。次はブレグジットだね。イギリスが EU から離脱するって、すごく大きなニュースだったよね。でも、そもそも何がきっかけでそんな流れになったの？ 2016年6月、イギリスで EU に残るか離れるかを決める国民投票が行われたんだ。結果はまさかの離脱派が勝利。これを受けて、当時のキャメロン首相は辞任、メイ首相に政権が移ったんだぜ。それって、一国の将来を国民の投票だけで決めちゃったってこと？結構大胆だね。その通り、EU はヨーロッパ約30カ国が経済や移動、法律を連携してる巨大な枠組みだから、離れるってことは、貿易移民政策ルール作りなどあらゆる分野に大きな影響を及ぼしたんだ。イギリス国内でも激しい賛否があって、EU を出た方が自分たちで政策を決められると考える人もいれば、経済的に損だと考えた人も多かったんだ。結局、その後どうなったの？すぐに EU から出たわけじゃないよね？そうなんだ。現実はかなり難航して、何度も離脱案が議会で否決されたり、メイ首相が辞任に追い込まれたりした。最終的にはジョンソン首相が強行に進めて、2020年1月31日にイギリスは正式に EU を離脱したんだ。でも、離脱後の経済混乱や移民問題、新たな通商協定の調整など、今でも課題は山積みだぜ。EU から離脱するって、国のアイデンティティや将来を根本から問い直すような決断なんだね。まさに歴史の分岐点って感じだよ。ああ、その通りだ。ブレグジットは現代ヨーロッパの流れを大きく変えた出来事なんだ。たった一度の国民投票とそれを受けた政府の決断が、世界全体にも影響を及ぼした壮大なケースと言えるぜ。第6位、ベルリンの壁崩壊とドイツ再統一。コール首相らの決断。1989年から1990年。第7位も大きな話だったけど、第6位はついに冷戦の象徴が登場ね。おう、第
第6位は冷戦終結の象徴。ベルリンの壁崩壊と東西ドイツ再統一を成し遂げた、西ドイツ首相ヘルムート・コールらの決断だぜ。ベルリンの壁崩壊、どうして壁が作られ、壊され、再統一に繋がったの？第二次大戦後、ドイツとベルリンは東西に分裂。1961年、東ドイツが国民の西側への流出を防ぐため壁を建設した、悲劇の象徴だったんだ。それがどうして崩壊したの？東欧の民主化と、1989年夏のハンガリー国境開放がきっかけだ。東ドイツ国民が大量出国し、国内デモも激化して東ドイツ政府は追い詰められた。決定的な瞬間は？ 1989年11月9日、東ドイツ報道官が出国規制緩和の発表で、発行時期を勘違いして、直ちにと言ってしまった。これが報道され、市民が壁に殺到、混乱の末ゲートが開いたんだ。そんなきっかけで、歴史の偶然だな。このチャンスを逃さなかったのが西ドイツのコール首相だ。彼は周辺国の懸念を抑えつつ、猛スピードで再統一を進めた、10項目計画などが有名だぜ。すごいリーダーシップね。ああ、コール首相の決断力と関係国の理解で、壁崩壊から1年足らずの1990年10月3日に正式に再統一が実現した。冷戦終結を決定づけたんだ。壁崩壊が世界を変えたのね。コール首相の決断はすごいわ。その通りだぜ。統一後の課題はあったが、平和的に国民の悲願を成し遂げたコール首相らの決断は歴史的偉業だ。予期せぬ好機を捉えた決断として第6位だ。第5位、アメリカ黒人公民権運動、公民権法可決、ジョンソン大統領の決断、1964年。トップ5、第5位はどんな決断かしら？第5位はアメリカ社会を変えた重要な決断。公民権法、1964年成立に向けた、リンドン・ジョンソン大統領の決断だ。公民権法？キング牧師の運動の成果よね。当時のアメリカはどんな状況だったの？ああ、特に南部では、法律レベルで黒人差別が横行していた。公共施設や学校、投票権まで、あらゆる場面で不平等があったんだ。キング牧師たちの公民権運動は、この状況を変えようとした。その運動を受けて、法律ができたの？ケネディ大統領が法案を出したが、南部の議員の反対で難航し、彼自身も暗殺されてしまった。ここで副大統領から昇格したのが、南部出身のジョンソン大統領だ。南部出身なのに、どうしたの？ジョンソンはケネディの意思を継ぐと宣言し、公民権法成立を最優先にしたんだ。南部の反発は覚悟の上で、持ち前の政治力で反対派を説得し、法案通過に尽力した。この法案が通らなければ、大統領としての意味がないとまで言ったそうだぜ。すごい覚悟。それで、法律は成立したのね。ああ、1964年7月2日に署名し成立した。この法律は、公共施設や雇用での人種差別、投票権妨害を連邦法で禁止した。すぐに差別が消えたわけじゃないが、法の下の平等を打ち立てた決定的な一歩であり、その後の差別の是正の根拠となったんだ。長年の不正義を正す、大きな決断だったのね。そうだ。自身の地盤の反発を覚悟し、道義的信念で国家の在り方を変える法律を成立させたジョンソンの決断は、アメリカ史、いや世界の人権史で極めて重要だ。だから第5位だぜ。第4位、マーシャル、プラン、欧州復興計画の実施決定。アメリカ、ハリー、S、トルーマン政権、1948年。マーシャルプランって、歴史の教科書で見かけたけど、具体的にはどんな政策だったの？マーシャルプランは、第二次世界大戦でボロボロになったヨーロッパをアメリカの資金で立て直そうって計画だったんだぜ。1948年にトルーマン政権の下で本格実施が決まった。これは単なるお金の援助じゃなくて、平和な国際社会を作るための大きな賭けだったんだ。どうしてアメリカが他の国の復興にそこまで熱心だったの？それには2つ理由がある。一つはヨーロッパが混乱したままだと、
また新しい戦争や共産主義の拡大が心配だったから。もう一つは、経済の回復で世界貿易を活発にしてアメリカ自身も繁栄できる、と考えたからだよ。なるほど。じゃあ、実際にどんなことをしたの？いろんな国に直接援助金や物資を送ったんだ。大規模インフラの復旧や工場建設、食料や医薬品の支給まで幅広かった。そして特徴的だったのは、助ける国同士が協力する枠組みを作った点。これが後のヨーロッパ経済共同体 EU への流れにも繋がっていくんだぜ。そんな影響まで、マーシャルプランがなかったら、ヨーロッパはどうなってたのかな？多分復興はもっと遅れて、冷戦がさらに激化してもおかしくなかった。だからこそ、トルーマンや国務長官マーシャルたちが今こそ助けるべきだと決断した意義は大きい。世界の安定と成長の基礎を作った名判断だったんだ。時代のリーダーの一手が、数十年先まで世界に影響するんだね。歴史って面白い。マーシャルプランがなければ、今のヨーロッパも、国際社会の形さえ違ってたかもな。まさに歴史を動かす決断だったぜ。第3位、キューバ危機におけるケネディ大統領の決断。1962年。いよいよトップ3、世界を揺るがした決定的な政治決断が見られるはず。その通りだぜ。レイム、第3位は、1962年に起こった、キューバ危機における、アメリカのケネディ大統領が下した決断なのぜ。キューバ危機、何が危なくて、ケネディ大統領はどんな決断をしたの？これが本当に危険な状況だったんだぜ。ソ連が、アメリカのすぐ近くのキューバに密かに核ミサイルを持ち込んでいたことが発覚。完成すれば、アメリカ主要都市の多くが射程に入る、とんでもない事態だった。アメリカのすぐそばに核ミサイル、怖すぎるよ。戦争が始まっちゃうと思ったんじゃない？まさにその通り、核兵器を持つ米ソが一触即発、人類滅亡にもつながりかねない核戦争の瀬戸際。ケネディは、武力侵攻か、海上封鎖かという選択肢を迫られた。武力侵攻か、海上封鎖か、大変そうだけど、ケネディ大統領はどっちを選んだの？ケネディが選んだのは、海上封鎖。彼はこれを権益と呼んだんだ。直接攻撃による核戦争リスクを避け、ソ連との外交的解決の余地を残しつつ、断固たる態度を示すギリギリのライン。彼のこの決断が、破滅を回避し、後の交渉へと繋がったのぜ。戦争にならないよう慎重に、でも譲れないところは譲らない。っていう難しいバランスを取ったんだね。結果はどうなったの？ケネディの決断と交渉の結果、ソ連はキューバからミサイルを撤去し、危機は回避された。人類は核戦争を避け、ホットライン設置など平和への道筋ができた。冷戦時代で最も危険だった。世界を揺るがした決断なのぜ。核戦争寸前なんて恐ろしいね。ケネディ大統領の冷静かつ勇敢な決断が世界を救ったんだ。歴史の授業だけじゃわからなかった重みを感じるな。第2位、第二次世界大戦での日本の降伏決定。昭和天皇と鈴木貫太郎首相らの決断。1945年8月14日ポツダム宣言受諾。ついに第2位、一体どんな決断が？第2位は、日本の運命を左右した決断だ。第二次大戦における日本の降伏決定。昭和天皇と鈴木貫太郎首相らによるポツダム宣言受諾の決断。1945年8月だぜ。日本の降伏、一億玉砕の中、決めるのは大変だったでしょう？ああ、1945年夏、日本は空襲で焼け野原、沖縄は陥落、広島長崎への原爆投下、ソ連参戦と、敗北は決定的だった。それでも戦争を続けようと？政府軍部は和平派と徹底抗戦派で分裂。連合国のポツダム宣言受諾をめぐり、特に国体護持、天皇制維持をどうするかで議論は紛糾したんだ。どう決着をつけたの？議論は平行線。鈴木貫太郎首相が昭和天皇に聖断、つまり最終決断を仰いだんだ。これは極めて異例のことだった。天皇陛下に、重い決断だったでしょうね。ああ、
昭和天皇は、これ以上国民を苦しめるわけにいかない。私自身はどうなっても国民の命を救いたいと述べ、2度の御前会議でポツダム宣言受諾を決断されたんだ。国民を思っての苦渋の決断。そうだ。この、聖断で日本は降伏へ。8月14日に受諾を通告。15日に玉音放送で終戦が告げられた。一部の反乱もあったが終戦は実現した。もし降伏していなかったら、本土決戦、想像を絶する犠牲が出ただろうな。国家破滅の危機の中、国民の命を救う道を選んだ。特に天皇自身の身体も不確かな中での昭和天皇と、それを引き出した鈴木首相らの決断は、日本の歴史上、最も重い決断の一つだ。だから第2位だ。第1、アメリカ独立宣言。ジョージ・ワシントンら建国の父たちの決断。1776年。ついに第1位。これまでの決断を超えるとんでもないものが来るのね。おう、栄えある第1位は、アメリカ独立宣言。ジョージ・ワシントンら建国の父たちの国家と自由をゼロから作り上げた決断だ。アメリカ独立宣言。これが第1位？なぜ？それは、単なる独立だけでなく、近代民主主義と基本的人権という現代世界の根幹理念を、初めて国家の原則として宣言し、命を懸けた点にあるんだ。詳しく教えて。当時の13植民地は営業で、本国に代表なく重税や自由制限に苦しんでいた。代表なくして課税なしが合言葉だったぜ。それで独立を？ああ、だが、世界最強の英帝国への反落であり、署名者は反落罪で処刑される覚悟が必要な、文字通り命がけの決断だったんだ。ひえ、命がけ。ジェファーソンらが起草し、1776年7月4日に採択された宣言の理念が世界史を変えたんだ。どんな理念？すべての人間は平等で、生命、自由、幸福追求の権利を持つこと。そして政府の権力は国民の同意に基づくという国民主権を明確に打ち出したんだ。当時の世界では革命的な考えね。まさに、この宣言は独立戦争の正当性を示し、アメリカ合衆国誕生の原動力となった。そしてその理念はフランス革命など世界中の自由と平等を求める運動に計り知れない影響を与え、現代の人権思想の基礎となったんだぜ。宣言が世界の形を変えたんだ。そうだ。既存の秩序に挑戦し、普遍的な人権と自由、国民主権を掲げ、命がけで立ち上がった建国の父たちの決断は、新しい時代の幕開けを告げた。その影響力、理念、勇気と覚悟、文句なしの第一位だぜ。総評、まとめ。こうして見てみると、政治家たちの決断って、国の未来を左右するような重大な瞬間ばかりだったんだね。ああ、その場の判断だけじゃなくて、長期的な視点と国民のことを真剣に考える覚悟があったんだぜ。時には国内外からの反発を受けても、自分の信念を貫いたリーダーたちの姿勢は、本当に学ぶことが多いよな。現代の政治にも、こういう勇気ある決断って必要だよね。過去の歴史を知ることで、今の私たちにも考えるヒントが得られそう。その通り、歴史を動かした決断は、時代の流れを読む洞察と、何より人を守る意志から生まれてる。これからも、そんな判断ができるリーダーが求められてるんだぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。